こんにちは。今回の解説では、複数のビジネス書から要点を抽出し、価格競争から脱却するための3つのステップというテーマでお話しします。価値で選ばれるための実践的な知識を体系的に学んでいきましょう。この解説は、複数の本要約、ビジネス書要約から価格競争を抜け出すための3つの実践的なステップをまとめたものです。およそ7分で明日からすぐに使える要点を理解できます。さて、多くのマーケティングの専門書で共通して指摘されている一つの危険な罠があります。それが価格競争です。一度この道を選んでしまうと、利益率が下がるだけでなく、ブランドの価値そのものを損なうという悪循環に陥りかねません。では、どうすればこの道から抜け出すことができるのでしょうか。ここからは、価格競争から脱却するための具体的な3つのステップをご紹介します。ステップ1は、本当の価値を再定義する。ステップ2は、聞く技術で信頼を築く。そしてステップ3が、エコひいきでファンを作る。です。一つずつ順番に見ていきましょう。最初のステップは、自社の本当の価値、つまり売りをもう一度見つめ直すことです。ここで押さえておくべき非常に重要なポイントがあります。それは、提供する側が考えている売りと、顧客が本当に価値を感じている売りは、必ずしも同じではないという事実です。あなたの商品の本当の売りは何でしょうか？実はこれ、多くの企業が見逃しがちなポイントなんです。例えば、ソニーが世界で初めてテープレコーダーを開発した当初も、その本当の価値を正しく捉えることができていませんでした。具体的な例を2つほど見てみましょう。ソニーのテープレコーダーは、当初、会議の議事録を取るための事務機器として売り込まれましたが、全く売れませんでした。また、今では肌のシミ対策の薬として知られるハイチオール C も、最初は二日酔いに効く薬として販売されていたんです。これらはまさに、作り手側の思い込みが生んだ典型的な例と言えます。では、どうすれば本当の価値を見つけられるのか。その答えは、社内で議論することではありません。顧客自身が知っているんです。最も有効な方法は、購入してくれたお客様に直接聞いてみることです。ただ、単になぜ買いましたかと聞くだけでなく、この商品でどんな問題が解決できましたか？あるいは他社でなくこちらを選んだ最後の決め手は何でしたか？といった一歩踏み込んだ質問が非常に重要になります。もう一つ有効なアプローチがリフレーミングです。これは視点を変えることで弱みを強みに転換する考え方ですね。例えば、レストランの立地が駅から遠いという弱点も、見方を変えれば都会の喧騒を離れた大人の隠れ家という他にはない強み、つまり売りになり得ます。このように価値を再定義すること、これが全てのスタート地点になります。さて、ステップの2つ目は、聞く技術で顧客との信頼関係を築くことです。自社の価値が明確になったとしても、それを一方的に伝えているだけでは顧客の心には響きません。ここで重要なのは、商品を売るという姿勢から顧客が抱える問題の解決を手伝うというスタンスへ意識を転換することです。ある営業コンサルタントの書籍にこの本質をついた一文があります。大抵の人は悩みを解決してほしいのではなく、自分の悩みをただ聞いてほしいのです。つまり、顧客が本当に求めているのは、完璧な解決策を提示されることよりも、まず自分の状況を深く理解してくれる、信頼できるパートナーの存在なのです。しかし、実際の営業現場では、未だにこのような会話が繰り広げられています。営業担当者が会話全体の8割を占めて、一方的に商品説明を続けてしまう。これでは顧客が本当に困っていることを話す余地がありません。一方で理想的な会話の比率は全く逆になります。顧客が7割を話し、営業担当者は3割に徹する。顧客が多くを語ることによって初めて、顧客自身も気づいていなかったような潜在的なニーズや課題が明らかになるんです。この状態を作り出すことが信頼を築く上での鍵となります。そのために有効な具体的な技術が会話における勘、つまり沈黙をうまく使うことです。
こちらから質問を投げかけた後、すぐに答えを求めたり、次の言葉をかぶせたりするのではなく、相手がじっくりと考え、頭の中でイメージを膨らませるための間を意図的に作るのです。この沈黙こそが顧客の深い思考を引き出すのです。そして最後のステップは、エコいい引きによるファンの創造です。ここで言うエコいい引きというのはもちろん、不公平な扱いを推奨するものではありません。そうではなくて、有料顧客に対する戦略的な特別対応と捉えるべきです。その目的は、割引で短期的な顧客を買うのではなく、長期的な価値を提供することで、本当のファンを育てることにあります。なぜなら、値引きによる集客は、このような負のスパイラルに陥りやすいからです。まず、値引きによって価格にしか興味のないお客様が集まります。その結果、当然、利益は減少します。そして、忙しくなることで、本来大切にすべき常連客へのサービスが手薄になり、不満を抱いた常連客が離れていってしまう。その結果、売上を補うためにさらなる値引きが必要になる。これが価格競争の末路です。ここで言う特別対応とは、金銭的な割引のことではありません。例えば、クーポン値引きは価格に敏感な顧客を引き寄せますが、長期的な関係にはつながりにくい。一方で、お客様を名前でお呼びするといった非金銭的な配慮。これは自分は特別扱いされているというポジティブな感情を育みます。そして結果として、口コミや裁縫というより大きな価値となって返ってくるのです。この戦略がなぜこれほどまでに重要なのか、データがその有効性を示しています。ある調査によれば、多くのビジネスにおいて、売上の実に 45% はたった上位 10% のファン客層によってもたらされているという結果が出ています。この数字が示唆しているのは、経営資源をすべての顧客に平等に分散させるのではなく、この上位 10% のファンに集中させることがいかに効率的かということです。具体的な特別対応としては、このようなものが挙げられます。お客様を名前でお呼びする。いつもの注文を覚えておく。誕生日といった特別な日を記録しておく。そして何より重要なのは、これらの顧客情報を担当者個人で抱え込むのではなく、チーム全体で共有し、誰が対応しても一貫した特別対応を提供できる体制を築くことです。これら3つのステップを踏まえて、明日からすぐに実践できる最初の一歩を提案します。それは、次のお客様との面談の際に、意識的に自分が話す時間を今までの半分に減らし、その分お客様の話を聞く時間を2倍にしてみるということです。このシンプルな会話比率の変更が、あなたのビジネスに予想以上の変化をもたらすかもしれません。このように、複数のビジネス書の要約を通じて、短時間で実践的な知識を身につけられる解説に興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。